ドイツから、ベルギーのブリュッセルへ移動中の、私たちゆっくり歌劇団。今回は、ヨーロッパ最悪の特急列車を、たっぷりご紹介すると後でローズさんに怒られちゃうね。控えめに、ちょこっとだけ、お話ししていきますよー。銀ちゃん、今ほんのりとネタバレしなかった？聞こえなかったことにして。ということで、こんにちは皆様。おなじみ、イタリアの ETR600、銀様でございます。そしてこちらにおわしますのは、我らの頼れるお姉ちゃん。ドイツ鉄道の ICE、D ちゃんでーす。銀ちゃん、僕をそんなにおだてても、何にも出ないよ。ブリュッセルに着いたら、ワックルの一番高いやつを持ってあげる。僕たちは今、ドイツからベルギーへ走る、国際列車に乗っています。ドイツとの国境の町、アーヘンから、首都のブリュッセルまでは、1時間15分ほど。高速列車は途中、鉄鋼で栄えた町、リエージュに停車します。それにしても、地図を見てて思ったんですが、ドイツとベルギーって、国旗がよく似てますね。模様が、横から縦になっただけ。って、よく言われるんですけど、実は色の配置がちょっと違うんですよ。あと細かいところでは、縦横の長さの比率が違います。ドイツの国旗は、横に長い、3対5が正式な長さなのに対して、ベルギーの国旗は、正方形に近い形なんです。さて、今日はいつもと構成を少し変え、前回の動画のコメントを、いくつかピックアップしていきたいと思います。まず一つ目。2階建て電車が欲しいのなら、スイスのシュタットラー製の車両も選択肢になかったの？いいご意見ですね。この質問に答える前に、まず簡単に、前回のお話を振り返りましょう。私たちは前の動画で、ドイツ西部を走る、ラインルールエクスプレスという快速列車に乗車しました。車両は、ドイツ、シーメンス製の2階建て電車です。最高時速、160キロで走り、高い加速性能も自慢です。しかし、高性能2階建て電車には、強力なライバルがいます。それがご質問にもあった、スイス製の電車です。走行性能は、シーメンス製の2階建て電車とほぼ同じ。しかもこの車両も、ラインルールエクスプレス用電車の選定と入札に参加していました。ではなぜ最終的に、ラインルールエクスプレスは、シーメンス製を選んだのでしょうか。その理由は、車両の性能ではなく、コストとメンテナンスの面で、スイス製の車両が不利だったのです。電車の発注主である、ノルトラインベストファーレン州は、新型車両の入札に際し、メーカーに、いくつもの条件を提示していました。その一つが、導入後、30年間にわたる、長期の保守契約もセットで行えること、というものです。この点で、地元ドイツのシーメンス社は、大きくリードしていました。なぜなら、ラインルールエクスプレスが走る、ノルトラインベストファーレン州には、シーメンス社の主力工場があります。さらに同社は、受注が成功した場合、州内に、大規模なメンテナンスセンターを建設することを表明していました。また、州の交通局は、シーメンス社が、入札の競合他社と比べ、より良い経済的オファーを行ったと主張しています。一方、スイスのメーカー、シュタットラー社の電車は、車両の性能こそいいものの、構造が複雑で、メンテナンスにかかる費用が高いという欠点が、常につきまとっていました。そういえば、オーストリアの私鉄、ウェストバーンが、メンテナンスのコストが高いことを理由に、シュタットラー製の列車を一度全部売却してましたね。その車両を購入したドイツ鉄道も、やっぱりメンテナンスが面倒で、再び売却しちゃいましたし、そんなこともあったね。もっともこの快速列車は、州の交通局が発注を行うプロジェクトですから、地元産の車両が優先されたのでしょうね。公には、発注者の地元、自国の企業を特別に優遇する決定は禁止されているのですけど、この場合は、雇用や経済を安定させることにもつながりますしね。ちなみに、このシーメンス製2階建て電車と、スイス、といえば、今ちょっと、揉め事が起きてるんです。またアンサルドブレダ案件か。いやそうじゃなくてね。2025年11月、スイス国鉄はシーメンス社に、新型2階建て電車を大量発注しました。車両は、ラインルールエクスプレスにも採用されている、2階建て電車がベースです。ですがこれまでの車両と違い、先頭車両も2階建て構造となり、
6両編成を組みます。シーメンス製、新型2階建て電車は、合計116編成が納入される予定です。東部の大都市、チューリッヒ近郊を走る、各駅停車向け車両が95編成と、西部地域向けに21編成が配置されるのだとか。しかし、この大量発注に、大きく反発した会社がありました。それは、地元スイスの車両メーカー、シュタットラー社です。実はシーメンスとシュタットラーは、スイス国鉄が公募した大型発注案件に参加。どちらが受注できるかで争っていました。客観的には、地元企業でスイス国鉄とも長年の実績があるシュタットラー社が有利と思われましたが、どういうわけか、落札に失敗してしまったのです。シュタットラー社が提示した価格が、シーメンス案よりわずかに高かったことが決め手となった、とスイス国鉄は説明しますが、シュタットラー側は到底納得できません。100編成以上もの大型案件を逃しちゃったのだから、簡単には引き下がれないよね。うちの案とシーメンス案は、条件がほとんど変わらないじゃないか。スイス国鉄の説明は辻褄が合っていない。それなら、もう出るとこ出たるわと、裁判所に訴え、入札をやり直すよう求めてるんです。この件は、また続報が出ましたらお伝えしますね。続いて、二つ目の質問です。後ろに映っている、青い列車は何ですか？面白い構造で気になりました。いい質問ですなぁ。お目が高いわこの電車は、南部、バイエルン州を走る、地域間快速と、各駅停車。前回の動画で映っていた車両は、またまたシーメンス社が製造する、各駅停車用の新型車だ。メーカーでの製品名は、ミレオという。ミレオは、最短で2両。最も長い構成で、5両編成を組むことが可能。投入する路線の需要と、発注した事業者に合わせて、柔軟な編成にできるのが特徴だ。従来型の車両と比較すると、先頭のデザインが大きく変わり、足回りも大幅に変更された。1両の車体を前後2つの台車で支える構造が、連接台車に変わってますね。インナーフレーム式台車なのも面白いです。近年、ドイツをはじめ、欧州の電車は、走行機器を屋根に乗せて、客室の床を下げる、低床構造が当たり前になっている。これは、バリアフリーの規制に対応させるためだ。だが車体の端は、台車が配置されるので、どうしてもどの列車も、床に段差ができてしまう。この弱点は、完全に解消するのは難しいが、小さくすることはできる。その方法の一つが、連接台車だ。連接台車は、車体の間に台車を配置する構造です。したがって、各車両の端に干渉する、台車のスペースが、従来の半分で済むのです。これにより、ミレオは客室の6割を、低床部分に当てることができました。この電車は、ドイツの南部、バイエルン州や、中部のブランデンブルク州、バーデンビュルテンベルク州などで走っています。それから、前回の動画でも触れた、2028年末に登場予定の、各駅停車用新型車。こちらもミレオシリーズの一員です。三菱電機製のエアコンを搭載する、新型電車のことですな。そうそうそれ。先頭部分のデザイン、車体の構造がだいぶ変わりますが、ミレオシティというバリエーションなんだそうです。それにしても、標準型ミレオは、一度見たら忘れられない強烈な顔だよな。黄色と白の塗り分けだと、まるで昔のユーロスターみたいだ。遠くから見ると、結構似てるよね。シーメンスが製造する電車、ミレオは、都市近郊から電化されたローカル線までを想定した設計です。すべて電力で動く構造で、ディーゼルカーはありません。けれど最近は、蓄電池や燃料電池を搭載した派生型が誕生。非電化区間でも走れる編成が出てきました。そして、この動画を作っている間にも、ミレオに驚愕のバリエーションが登場したのである。ゆっくりさんはびっくりして、3度見してたよね。意外すぎたミレオの新形態。それは、オーストリアの特急、レールジェットだ。この電車はもともと、ローカル線、各駅停車向けの車両だったのに、なんと特急版が出てきたのである。名前は、レールジェット、M という。ミレオをベースにしたレールジェットは、4両編成を組み、全長は106メートル。特徴だった連接台車は、通常のボギー台車に変更され、
車体1両あたりの全長が伸びている。レールジェット M は、これまでのレールジェットと違い、大都市間の幹線を想定していない。アルプスの山間部を走る、ローカル特急として投入される予定だ。高速性能が必要ないので、最高速度は時速160キロまでとなっている。レールジェット M は、2026年1月末に、第1編成が完成。工場から姿を現したのを、現地の鉄道ニュースが報じている。その後、オーストリアなどで走行試験が行われ、2028年に運転開始する予定だ。それでは最後のコメント返しです。ルール地方といえば、ルール工業地帯、有名ですよね。世界史の授業でも習いました。その通りです。よくご存知ですね。快速列車、ラインルールエクスプレスが走り、列車の名前にもなっている、ルール地方。ここは現在も、ドイツ有数の大規模工業地帯として機能している地域です。鉄道の沿線にも、多くの工場や企業が軒を連ねています。この辺りには、石炭を産出する、炭鉱があったこと、ライン川を用いた、水運が可能だったこと、そして、まとまった平地と、水源があったことを背景に、重工業が発展しました。ラインルールエクスプレスに乗っていると、貨物列車をよく見かけますし、シーメンス社の車両工場があることから、新造列車の改装にも遭遇することがあります。あと有名どころだと、世界最古のモノレールが走る、ウッパータールだな。あの都市を走る、空中鉄道も、左右の車窓に大小の工場が、次々と現れる。モノレールは、空中に渡されたパイプを避けながら走る区間もあり、乗っていると、なかなかスリリングだ。しかしルール地方は、歴史ある建築物が、あまり残っていない地域でもある。なぜならルール工業地帯は、戦前から、ヨーロッパ最大級の工業地帯だったため、第二次大戦中は、真っ先に破壊の対象にされたからだ。それにしても、そのルール地方を攻撃した国、イギリスが、現在はドイツ鉄道を退けて、地域の快速列車の運営をしているなんて、なんだか面白いよな。といったお話をしていたら、ICE は、ブリュッセルに到着しました。私たちはここで列車を乗り換え、ユーロスターで、イギリスに向かいます。E403 型機関車編のコメントで、イギリスをリクエストされてた方がいらっしゃいましたね。あれを読んで、ゆくりがえっちゃんみたいな顔で、ニヤニヤしてました。その一言は余計だろ。誰が気持ち悪い笑顔だ。前回のイギリス旅と違い、今度は順調そのもの。出国審査で、ゆくりのパスポートが、謎のエラーで引っかかることもなく、突発的なトラブルもなく、列車は帝国に出発しました。あんなのが毎回あったら大変だよ。前に乗った時は、途中駅で不審物騒ぎがあって、しばらく列車が運転見合わせになってたんだよね。今回のユーロスターも、車両はいつもの E300。開業時から活躍している、クラス373型で、ロンドンに向かいます。ところでさここまでの君らはいつもの通り、イギリスに行ってるだけやんか。だけど、前回の動画の最後で、ヨーロッパ最悪の列車に乗るって言ってたよな。あれは、何だったん？それはおっちゃん、これのことだよ。え？だから、ユーロスターなんだって。2024年、ベルギーに本部を置く、交通系の非政府団体が、ヨーロッパの主要な鉄道会社、27社を対象に、多角的な調査を実施。ランキングとしてまとめて公表しました。データの収集と評価は、公式記録、専門家の分析、及び利用者の証言をもとに構成しています。フィクションやないんか、騙された。このランキングは、列車の快適さや信頼性、料金など、いくつもの項目を採点し、総合的なポイントを決めるシステムです。その中でユーロスターは、満足度が最下位という、悲惨な結果に終わったんです。ちなみに我らのドイツ鉄道は、15位だそうです。意外と評価が高いな。500位ぐらいだと思ってた。27社が対象だって言ってるでしょ。またそういうこと言ってると、本職さんから怒られるよ。ドイツ鉄道の評価が思ったより高いのは、切符の予約のしやすさや、ウェブサイト、アプリの使いやすさ、割引運賃などの項目で、総合点を底上げしたおかげです。確かに、ドイツ鉄道は、アプリだけはいいんだよな。
いつも重宝してます。だけど、信頼性と定時運行の点では、ぶっちぎりの最下位でした。それでこそ、評判通りのドイツ鉄道だ。ではユーロスターは、どこが悪かったのでしょうか。その理由は、料金と利便性の部分です。ここが他社に比べて大きく劣り、総合点を下げてしまいました。あと、採点項目には、寝台列車への取り組み、というのがあって、夜行列車を運転していないユーロスターは、0点だったんです。これは列車の特性上、仕方がないところなんですけどね。実を言うと、ドイツ鉄道は、この寝台列車の項目でも評価が高かったことで、総合点を押し上げていました。ありがとうナイトジェット。ユーロスターの使い勝手が悪いというのは、なんとなく想像がつきます。この列車は乗車前に、国際線の飛行機と同じ、面倒な手続きが必要だからです。まずお客さんは、列車の出発時刻の45分前までに、改札を通る必要があります。その後に、空港のような手荷物検査があり、続いて、出国と入国の審査を受けなければなりません。手荷物検査では、上着を脱いだり、ノートパソコンやタブレットをバッグから出さなければいけません。こうした手続きは、安全性の確保や、国の入国制度が異なるためなので、なかなか簡素化するのは難しいのですが、出発時間の1時間も前から、待合室にいなきゃいけないのは、確かに面倒です。しかもユーロスターは、チェックインゲートにも、手荷物検査にも時間がかかり、お客さんは、長い行列に並ばないといけません。ロンドンの駅なんか、最初の改札を通るまでの段階から、何百メートルも並ぶことがあるもんな。あれに比べたら、羽田空港第3ターミナルの行列なんか、混んでるうちに入らないのよ。ユーロスターの評判を落としている、もう一つの要素が、料金です。飛行機と同じく、早期割引はあるものの、ハイシーズンや、出発日直前の予約ですと、料金が跳ね上がり、ものすごくお金がかかっちゃうんです。私らも、ユーロスターの値段が高すぎるせいで、イギリスまで飛行機を使ったことが何度もあったもんな。こうした要素は、他の国際列車よりも、セキュリティを厳しくしなければならないため、乗務員や駅のスタッフに、人手が必要になっているという背景があります。それでも、ライバルとなる存在があれば、価格競争が起きますが、英仏海峡間の路線は、30年以上ずっと、ユーロスターの独占状態。鉄道が高いシェアを占めていて、飛行機は劣勢に立たされています。ユーロスターが走る都市は、どこも空港が遠いんですよね。特に、ロンドンとパリの主力空港は、市内からの距離が長く、移動するのに、多くの時間、またはコストがかかります。その上これらの空港は、ターミナル内から滑走路まで、常に大混雑。出発ゲートを離れてから、離陸するまでや、着陸後、空港を出るまでに、時間を取られちゃうんですよ。おまけにどちらの空港も、到着後に、入国審査がありますしね。その点ユーロスターは、アクセスが容易な市内の駅を発着する上、列車に乗る前に、到着地の入国審査をあらかじめ済ませています。なので、鉄道そのものとしては、不便なところも目立つ列車なんですけど、飛行機と比べたら、はるかに手軽な移動手段なんです。と言っても、改善してもらいたいところもあるわけですよね。そんな中、イギリスとヨーロッパ大陸を結ぶ路線に、新規参入を計画する鉄道会社が相次いで現れました。しかもあろうことか、ランキングで1位と2位を獲得した会社が、です。その会社とは、イタリアの国鉄、トレニタリアと、スイス国鉄です。この2社はともに、ヨーロッパ大陸から、イギリスへの路線の開設を計画しているんです。スイスの評価が高いのはなんとなくわかるけど、イタリアなんか、計算間違ってるんじゃねえの？そう思われるのも、無理はありませんよね。でもトレニタリアは、九段のランキングで、なんと1位を獲得した会社なんです。イタリアの鉄道といえば、なんといってもよく遅れる。車両も駅も古くて不便。車内は清潔でなく、治安も悪い、といったイメージを持たれていました。実際、隣のスイス国鉄がブチ切れて、イタリアとの共同事業が破談になったこともあったよな。でも最近のイタリアの鉄道は、一社を除き、一昔前から様変わりしています。新型車両の投入が進んで、
各地の駅はきれいに改装。大幅な遅れも少なくなり、利用者数は年々増加しています。たまーにストライキはするんですけど、たまにイタリアは月に1、2回、ストライキがあるんですけどね。ゆっくり、余計なこと言うな。トレニタリアとスイス国鉄、両鉄道で評価が高かったのは、割引料金のバリエーションと、予約のしやすさ、車内サービスの充実度です。信頼性の面でも、イタリアが、ドイツ鉄道の2倍以上、スイス国鉄に至っては、3倍以上ものスコア差をつけていました。もっともこれは、うちの点数が低すぎるだけなんですけど、今のスイス国鉄は、ドイツ鉄道にブチ切れてるらしいですね。それはさておき、イギリスへの進出を予定している列車の一つが、イタリアの高速列車、フレッチャロッサです。この列車は、フランスでも評価を上げています。それは単に、車内が快適だから、だけではありません。最大手のフランス国鉄にも、影響を与えたからです。イタリアのフレッチャロッサは、2021年末から、隣国、フランスの国内路線でも、運転を開始しました。地元、フランス国鉄の高速列車、TGV と、完全に競合する後発の列車ですから、サービスをより高品質にして、お客さんを集める作戦を取ったのです。フランス版フレッチャロッサは、座席やサービスが、イタリア仕様と同じです。特等席から普通席まで、4種類の座席を装備し、そのうちの3クラスの車内で、軽食やスナックを無料で提供していました。これがフランス国鉄を刺激して、TGV でも一等席で、軽食サービスが始まることになったんですよ。実はそのフレッチャロッサも、サービスや信頼性が目に見えて改善し始めたのは、2010年頃からでした。この頃イタリアでは、私鉄の高速列車、イタロが、国鉄と同じ路線で、新規参入を開始していました。国鉄はこれに危機感を持ち、新たな競合他社にお客さんが流れないよう、信頼性と運転形態を大幅に見直したんです。このように、ライバルがいると、車内のサービスが改良されたり、価格の競争が始まりますよね。英仏海峡の鉄道路線も、新規参入を本格的に検討する会社が出てきたことによって、ユーロスターでも少しずつ変化が起きようとしています。しかしそこには、一筋縄ではいかない障壁もあります。その話は、次回にお伝えすることにしましょう。皆様、ここまで見てくださって、本当にありがとうございました。